事象を得た後、旧域営として皆さんと一緒に行動することができます。一日を域営とする。生涯ドメイン A となる。域営身分ができてから。執行者は一刻も暇がない。浮雲にまでパトロールしたばかりです。大人が子供を訓練しているのに会いました。数日くんを片付けないで。屋根の上に出て河原を覗こう。助けて、助けて。老中黒4中黒515。売りにあったらすぐ食べる。知恵。旧域の治安を積極的に維持する原則に基づいて。実行者は決然として盗み聞きし始めました。孫さんの家には卵が20個以上足りなかったのですね。かの卵は理由もなくそんなに少なくなったの？まだ言ってない。これは妥当な窃盗事件だ。でも実行者が正義を主張するのを待っていません。また孫長子の子ニトラが食べに持っていきますというのを聞いた。20数人、あなたを支えられないの？嘘をついて。あの不運鬼がまた帰ってきたのを見て、彼女を追い払おうとしたんだ。自分で恥をかかせた。捨てたのは非色 PV に出てくる人心です。族家が帰ってきたと聞いた。みんなため息をついている。では人心の前にどこに行きましたか？ここで続いているのが PV の内容です。ストーリーの記述に従って、族心は王が年を取ってから裏山によく行く。しかし少し前に裏山の雲に問題が生じた。永遠の映画化を招く。最終的に人心が崖から追われてしまいました。幸いにもいざという時に黄色と嵐に会った。あの時の族心はまだ2人を知らなかった。でも黄色と嵐は不審を知っています。特に嵐は言っていました。彼女はやはり来た。彼女はやはり来た。非色の PV は重要な情報が不足しているため、当時風は黄色の方に向ける傾向があったはずだと誤解していました。しかし事実はそうではないことが分かりました。この文から推測できるのは、嵐は人心が来ることを知っている。しかし正確な時間は分かりません。この言葉をもっと正確に理解するために物語全体を補完する必要があります。やっぱり彼女はここに来たんだ。ここは浮雲法の星雲所のことです。黄色も嵐も星雲の状況を処理するために来ました。このストーリーをしている間に多くの人が誤解されています。環境は西暦2701年に起こったことだからです。星雲が廃棄されていたと勘違いしていました。このような観点はあまりにも一方的すぎる。実際には星雲所内に九州重機の物資が保管されている。その入金時期は2711年です。つまり星雲の暴走はこの時点で起きたことを示しています。今のストーリーの時間は2712年です。つまり星雲の覆滅から1年も経たないうちに、この時期もちょうど族心が頻繁に裏山に向かう時期です。人石の言葉もこれを裏付けている。最後の猶予をいただきありがとうございます。蜃気楼計画の失敗時間はそう遠くない。この点は PV の終わりからわかる。非色が族心を抱いた時、これが人心が行方不明になってからの行き先です。物語の終わりには私は一緒に行ってもいいですか？もう決めたの。ついてきてくれ。嵐と一緒に非色を探しに行きたいと思っています。会ったことがあることを示しています。黄色と嵐が人心を救うのが気になります。嵐が天文に行く前ですか？それとも後ですか？2個から7時頃という重要な濃度が分かりました。人心は7時にいた裏山です。人を探したのは11時です。もう4時間が経ちました。人心は幻の中で教えてくれます。幻の持続時間は6時間です。つまり登録する前に幻の世界は4時間動いています。この前言の世界で何が起こっていたのでしょう。それともこの幻には何が記録されているのでしょうか。前編の解読では、風は星雲所には2つあると推測していた。一つは現実の星雲所です。もう一つは蜃気楼の中の星雲所です。では私たちが入った幻の記録はどれですか？シーン探索から見ると、両者の構図は全く同じだ。部屋のレイアウトも変わっていません。しかしこれには問題があります。もし私たちが見た幻が蜃気楼の中の雲だったら、ではなぜヒヨイグサ培養室と抽出室があるのですか？蜃気楼はヒヨイグサから抽出されたオスミウムエネルギーから生成される。中の生命体は作られているか、意識的に伝えられているか。では櫓の中でヒヨイグサを作る意味はどこにありますか？わいせつ草だけではない。抽出室もビルの中に現れてはいけません。このように推論すれば、幻の記録は現実だと思います。私たちも人心もキャンディーを食べたのは幻の世界に入ったからです。その影響を受けたのです。でもこれでは話が通じないところがあります。幻の世界に入ったばかりの頃、研究員はヒーロー様、嵐が初めて蜃気楼の世界に入り、神経リンクに関する不快症状が出るのは正常ですと話している。初進出に不快感が生じた。もし幻が現実なら、ここに記録されているのは嵐が蜃気楼の世界に入ったわけではありません。嵐が蜃気楼の世界を出たばかりです。これで初めて入っても通じます。ヒヨイグサ育成は抽出室にも通じています。しかし人石に注意したこの言葉は、ここは集団意識上電室であり、実験者はここで精神リンクを行い、蜃気楼の世界に入ったことは、これまでにあなたも経験したことがあるという言葉である。前にも経験したことがあります。嵐が初めて蜃気楼の世界に入ったのはここではない。別の部屋にあります。意識アップマシンは1台しかありません。人石が嵐に言わなかったら、それは実行者にしか言えません。しかし後から嵐と呼ばれています。非色様の言う通りです。あなたは頭のいい子ですね。人石お姉さん、ここが実験室です。
嵐、これから実験員側が案内してあげましょう。だからこれは私を混乱させた。私たちが入った幻の世界は、現実と夢のどちらを記録しているのでしょうか。決定的な要素を見つけるために、重要なのは抽出室で。でも信じられないかもしれない。ストーリーの中で、抽出室は開放されていませんでした。そのためにわざわざストーリーを作りました。属心を除いて忍び込んだ。ドアはずっと閉まっています。しかし神はドアを閉めました。窓が残ってしまいます。抽出室にも秘密の通路があります。1階を探索する際にはこのような通気口があります。現実には渋滞しています。しかし幻の世界では嵐を2階に登ることができます。どうして私の結晶板が入らないの？同じオイラ、区別して扱うなんて。これで2階の抽出室に入ることができます。ここでの記述にはいくつかの違いがあります。上の植物の説明は新鮮草です。記述も研究の産物です。しかし外形的には隣の育成室のヒヨイ草によく似ています。2つの結論が生まれました。もし幻が現実を記録していれば、では最後の言葉は実行者に言うことです。嵐と実行者の登録場所が違うから。もし幻の記録が蜃気楼なら、ではビルの中で星雲所では別の実験をしています。ヒヨイ草に似た新鮮草を育てる。その役割はまだわからない。しかし3つ目の可能性もあります。このストーリーは論理的な問題が生じている。だから私の遂行に耐えられないんです。どれかはみんなで自分で判断しましょう。流れのストーリーに戻りましょう。不心がいなくなったことを知って、私たちは速やかに紅白の助けを求めた。生き栄がこんなに効果的だとは思いませんでした。生き栄よ、失礼します。彼はすぐに私たちに一部始終を話してくれた。空飛ぶ3層の真珠金魚が汚染されている場合、初めて原因を見たのを覚えていますか？ PV のトーテムでは、難音はちょうどここを通りました。PV のクライマックスではゲンカラスも圧巻ボスとして現れます。場所は州から遠くない原玉遺跡です。つまり、金は難音で汚染されています。もし状況がそうなら、では難音はどのような手段でこれを実現しているのでしょうか。今回のストーリーに新しい名詞が出てきた。暗黒エネルギーと呼ばれています。これはヒヨイ草の生成源です。新機能構築の基礎でもあります。人の意識に影響を与えます。ここに来て何か思いついたことがありますか？物寂しい声だ。難音がベルを操るたびに、音とともに追走しています。暗黒エネルギーは音から生き栄体内に浸透しています。その問題がまた来た。小音はどこから来たのですか？この答えはカリフォルニア版でわかるかもしれません。次のおじさんが教えてくれたのは5年前。北村。人心。5年前に突然村に来たんだ。今の時間は西暦2712年です。前に5年押すと西暦2707年です。記事によると妊娠は西暦2701年です。つまり王が彼女を受け入れた時、彼女はもう6歳くらいです。この年齢ではもうたくさんのことを覚えることができる。人心は星雲の存在をどのくらい知っているのだろうか。彼女は星雲で育ったのでしょうか。人石が残したメモから見ると、これは人心が王に送られた後の考えです。このメモを見てもう一つ疑問があります。王さんは誰ですか？第一安楽の記録では、私たちは王が属心を受け入れる人であることを知った。人石も安心して子供を王に渡しました。第二段落の会話に重点を置いています。家に帰って抱きしめて。家という字は本当の家ですか？そこで私は顎の意味を調べてみました。その結果答えが多すぎました。母おばおばあさん中年女性から。いろいろな意味がある。でももし人石が本当に家に帰ることを言ったら、その王はある可能性がある。彼女は属心のおばあさんだ。どうして私はそう思うの？人心の物語を知った後、ずっと疑問があった。属心の父親は誰ですか？現在の手がかりから得られる合理的な結論は、属心のお父さんもかつては名域英だった。戦場では奴隷に返還されました。これが人石が逆襲研究に執着している理由です。でも彼女は妊娠している。星雲に不信を残すしかなかった。人心は研究所で生まれたが、研究所のことは何も知らない。彼女が大きくなってからおばあちゃんのそばに送られるまで、王は同じように属心が誰かを知っている。だから彼女を受け入れたんだ。人に黙っていたんです。王が人石の姑だからだけだ。その後後山には様々な噂が出始めました。私たちはみんな知っている。幻冬の噂は全て本当です。でも私はデマを飛ばしに来ます。大量の怪物とライオンが集まっている。実は怪物は少なくありません。でもジェーンは本当に一人もいない。私が日常の任務をしているのは、ここに来たことがありません。観光客が理由もなく行方不明になった。これもデマだ。裏山は普通の人が来る場所ではありません。最後に生きている人を捕まえて実験することです。星雲の実験体は生きていますが、しかし彼らを生きている人と定義するのは難しいです。デマを飛ばして口を開く。デマを飛ばして足を切断する。デマを信じないでください。デマを伝えるな。紅白はこれまで埃が山に逃げなかったと教えてくれました。大人になってから頻繁に裏山に行くようになっただけです。ここの理由は子供たちが母親がいないと言ったからです。だから彼女は母親を見つけて証明しようとした。しかし星雲の秘密の理由で、人心はずっと見つからなかった。紅白も同様に不審の行方不明に言及しました。先月です。先月、彼女は直接行方不明になった。ここに対応する時間も人心が黄色と嵐に会う時間です。非色のところにもあります。彼女は星雲の位置を本当に知りました。もちろんこれは全て塵のせいです。でも急がないで離れないで。ニトラと会話すると意外な発見があります。私は間違っていません。彼女のお母さんは裏山で人体実験をしていて、まだ多くの人を傷つけています。村にはずっと噂がある。
チリシンゴは裏山で人体実験をして多くの人を傷つけた。9域の秘密はあまり良くないようですね。意外にも孫姉上の言葉は、ニコの口の中では誰もが彼女を排斥しているような気がしますが、でも大人たちは意外に可愛がっていました。人心が消える時間。王の左判事は考えない。それも彼女が属真のおばあちゃんである可能性を証明しています。これを理解して、そろそろ星雲所に行きましょう。星雲の位置は中腹にあります。囲まれた階段で結ばれている。しかし私たちが見たのは破損した階段です。階段は誰によって壊されたのでしょうか。彼は明らかにこんな余計なことはしない。階段を壊したのは後始末院です。ここを徹底的に廃棄するためです。でも私は思わず聞きました。人心彼女はどうやって登ったのですか。私たちが星雲所に入った時、蜃気楼を示しています。これも私を少し怒らせました。私たちが入っているのは一体どの世界なのでしょうか。それから本当にビルだと考えました。私たちが中にいるのは夢です。ここは公式設定が間違っているだけですよね。受付ホールに入ったら急いで入らないでください。振り返ってみると両側の廊下は全て閉鎖されています。これは明らかにタタモデリングの漏れです。公に批判する。私たちは探索を続けました。研究所は長い間廃棄されていましたが、でもライトは意外にいいです。ここから誰かが入ってきたことがわかる。今回のモデリングはいいですが、しかしテキスト量はまだ不足しています。ほとんどの情報は幻の世界に集中しています。実験所内の光景はすでに大敗しているにもかかわらず、建物自体は壊れていません。破壊されたのは現実の星雲所ではないことも証明されています。ビルの中の星雲所です。次は社員寮に来ました。4人部屋のダブルルーム。待遇はいいですね。しかしここの人名と幻の名前は一つも合わない。過去の研究者は一体どこへ行ったのだろうか。星雲の研究は偉大ですが、でも光には見えないに違いない。研究者は瓶のように口を守らなければならない。人跡でも娘には言わなかった。ここの研究者は勝手に移動にはなりません。消えてしまうのです。合理的な説明はタンクから出た鎧に殺されたということです。これは研究所の記録では珍しくない。星雲の安逸環境はその危険性に比例する。待遇が良ければいいほど環境は危険です。結局怪物なんだ。このことからわかる。星雲の研究は一体何人犠牲になったのか。実験に失敗した第1期のデータを交換しました。実は人の命を埋めているんです。研究だけではない。実験体になった時、どれだけの英雄が犠牲になったのか。記録にも載っています。申請に任を派遣する。ただの実験です。これだけの命を犠牲にした。これこそ9域の現実だ。知らないうちに余計なことを言ってしまった。しかしこれらの情報もストーリーの手がかりから。導出したのは信用できるかどうかについてはみんなの判断次第だ。腐食のストーリーはあと何期かやると思います。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。